Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt. シャワー水ですよ。水ですか？シャワー水です。年間通して水です。 Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming それつまり離乳食ってことですか？そうですね。いつも料理は炊飯器だけで行ってるんですか？炊飯器だけですね。一応フライパンはあるんですよ。みんな知らないんですけど、一応フライパンはあって本当ありました。まあ1ヶ月に1回ぐらい使うかなと思います。はい。うん、これはもう毎日ですね。これは慎吾さんにお裾分けしていただいた米の袋をそのままずっと使ってます。慎吾さんありがとう。気持ち白米だけじゃなくて、まあ一応申し訳程度に16穀入れてでこれですね、サプリ米。これ初めて見ました。なんですかこれ？申し訳程度にビタミンとミネラルを入れてます。サプリメントはビタミンミネラル取らないんですけど、これはお米に入れて、はい、野菜を食べないんでなんかそれは食事に対するこだわりっていうか、なんか野菜食べた方がいいと思います。食物繊維も取れますし、ビタミンミネラルもある程度取れるんで、野菜食べなくなったきっかけが食べづらいっていうのと、あと野菜の栄養価が下がっているのではないかっていうその考えですよね。こう痩せてきてでこう育ってる野菜のなんかこう栄養価が減っているみたいな、そんな野菜好きなわけでもないし食べないのもありかなとは思って、ちょっと食べた方がいいと思いますよ。ちなみに今日はどういったお昼ご飯にするんですか？いつも一緒なんですけど、もう炊き上がってますね。これもう今日の朝。ごめん。はい。これが今さっき混ぜたご飯ですか？あ、それですね。そのなんか16穀とビタミン入りですね。フライパンしかないから鍋がないからこれに全部やってもらってます。なんか肉とか魚とかって食べたりするんですか？肉はすき焼き作るときは食べますね、これで。それ以外は肉はあまり食べないですね。じゃあもう本当にほぼご飯って感じですか？卵。あ、ご飯と卵。ご飯と卵とプロテインもありますよ。アイソレート。コンセントレートはちょっと乳糖が入ってるので、まあお腹が弱い人はちょっとアイソレートがいいですね。これもアイハラブで買ってますね。ポテトと米とコーンの炭水化物。これがないとワークアウト続かないですね。クロスフィッター、動き続ける、トレーニングには欠かせないですかね。これなかったら
もう考えられないですね。これ今ちょっとこれがないと考えられないですね。どういう風な摂取の仕方をしてるんですか？喉が渇いた時に飲む。ああ、じゃあもう今日もこれ飲んでたんですか？あ、そうですね。赤いやつですか？そうですね。いつも赤いやつ。あれって炭水化物の。炭水化物ですね。そうだったんですね。喉が渇く前に飲めっていう考えもありますけど、私は喉が渇いたら飲むっていう。肉食べないんで、カルニチンが取れないんですね。なので、これ、L カルニチン。L カルニチンは、肉とか乳製品に含まれてるんですけど、よく痩せたい人が取ってたりするとは思うんですけど、文献によるとやっぱリカバリー回復が良くなるっていうのが多くて、私はもっぱら回復のために取ってます。強薬リノール酸と一緒に取るといいと言われてるんですけど、肉とか乳製品取らないんで、もうずっと取ってますね、カルニチンは。そうなんですね。この赤いのはこうやばいですよね。なんか見た目がなんかまがまがしいというか。これやばいですね。これはエノエクスプロードプレワークアウト。ゆうこさんプレワークアウト飲むんですね。プレワークアウト飲みますね。どういう成分なんですか、これは？これ基本的にカフェインとアミノ酸、アルギニンとかシトルリンとか血管拡張させる成分が入ってます。これでもどちらかというと体感的にはマイルド。なんかプレワークアウトっていうとなんかイメージだと有名な C4 とかなんか。C4、はい。C4 も取りますね。取りますか？はい。これはちょっと C4 を今やめてる時なんで。そうなんですね。サイクルで、回してたりしますね。ずっと取ってるとこうやっぱ慣れる体勢ができるんで、やめる時期とか変えるようにはしてますね。別になくてもいいんですけど、あった方が強度が高いのはワークアウトできますね。これではあれですかね、そのオープンとかなんかそういう大会の本番の前にも取るんですか？本番の時は種目を見てロープクライムとかその握力が必要なワークアウトの前には絶対取らないようにしてます。こうパンプアップしちゃうと動けなくなっちゃうワークアウト、ロープクライムの前には絶対取らないですね。逆にそのワンレップマックスクリーンジャークとかスナッチとかの時は積極的に取りたいですね。ただ1日を通して 2,3 個ワークアウトしなければならないので、1回取っちゃうとその午後まで持たないというか、午後逆に取ってしまうともう寝れなくなって回復できなかったりするんで、大会では多用しないようにはしてますね。ただやっぱワンレップマックスの時は取った方がいいと思いますね。なんか冷蔵庫の中とかって見せていただいても冷蔵庫大丈夫ですか？冷蔵庫何も入ってないっすよ。カフェラテとヨーグルトとナッツ。ナッツはどのタイミングで取るんですか？ナッツ最近痩せてきたんで、油ですね。カロリーを。いやめっちゃカロリー高いですよ。そっか。炊飯器。皆さんこう心配してくださってなんか炊飯器はこうスプーン使わない方がいいですよとか、しゃもじを使ってくださいとか心配して言ってくださるんで、なんかこれを買いましたね。シリコンスプーン。傷つかないようにってことですか？はい。なるほど。でこれシナモンと、ピンクソルト。ピンクソルトは一応ミネラルが入ってるんで。ピンクソルトって岩塩ってことですか？岩塩ですね。ミネラル一応。これはシナモンは血管を拡張させる効果があります。別に拡張させたいから取るわけではないんですけど。シナモ
目分量。いつもこの味付けとか調味料とかはなんとなくみたいな。なんとなくですね。卵かけご飯のなんか元とかあると、はいそっちの方が美味しいですけどね。はい。ただ果糖ぶどうと液糖が入ってることがあって、それだとちょっと血糖値を急激に上げるんで、なんかそういうとこだけ気にしちゃうんですよね。野菜食えよって感じなんですけど。だけどそこはやっぱ気になりますよね。そこで混ぜる。これを混ぜる。卵2個。卵2個。お米は2合ですか。1合ですね。あ、1合ですか。わあ、すごいシナモンの香りがしてきますね。終わりです。終わり。終わり。出来上がり。はい。出来上がりました。これ普通のいつもの味だと。美味しいですか。いつもと一緒です。いつも。なんかよくアスリートフードマイスターみたいな資格持っていらっしゃる方いらっしゃるんですけど、プロ野球選手の奥さんとかって言いますよね。そういうのいらないと思ってるんですよ。なるほど。そうです。野菜食ってないやつが言うのはどうかと思うんですけど、まあなんかプロテインとかいろんなこと心配するよりも白米に卵ぶち込んで食べとけばまあ大体ね必要な栄養はそうですね取れると思います。はい。まあ変色は良くないとは思いますけど、変色は良くないですね。なんですかね、なんかこう知らないでなんかその変色とかこういう選択してるとかじゃなくて、一応勉強してます。はい。いやけどそのいろいろと説明してくださった時にも、はい、知識量というかっていうのはひしひし伝わってくるんですけど、まあけどそういうのも勉強して経験した上で、まあこういう生活を選択されてるわけですからね。そうですね。もう知識って持ってるだけではダメで、それを活用しないといけないんですけど、持っている上で諦めてるというか、バランスを重視してる、便利さを追求するか、なんかこう自分の信じた健康を追求するかっていう。でやっぱりこう自分はあんまりこうストイックな健康っていう方にはこう時間をかけられないので、もう便利な方を選んでますね。なんですかね、結構みんな知らないと思うんですけど、私は大学でもスポーツ栄養とか栄養学勉強しましたし、大学院にいた時は自分の研究とは別でスポーツ栄養に関する文献をたくさん読んできて、で、今資格としてはプリシジョンニュートリションっていう NFL とかアメリカのプロスポーツ団体のトレーナーの方が絶対持ってるような栄養の資格持ってますし、持ってる上でこう行き着いたのがこれでもなんかコンビニのなんかこうサンドイッチになんかこう帽子分け程度に入ってるレタスを食べるのとレタスを食べないみたいな、けど添加物も一応入ってないんですけど、こう卵かけご飯を食べていくのかみたいな、なんかもう正解はもうその人によるんじゃないかなとは思いますけどね。あとすいません、ちょっとぶしつけな質問なんですけど、冬場でも冷水でシャワーを浴びてるっていう話を聞いたことがあるんですけど、それって本当なんですか？シャワー水ですよ。水ですか？シャワー水です。年間通して水ですね。じゃあここお湯のなんか多分これ切ってるんですか？ずっとこれ使ったことないっすよ。マジっすか？今触れました。マジっすか？初めてこれつけたんですか？今初めてオンしました。音が鳴るって知らなかったです。これ一番なんか親が来たことあるんですけど、親がびっくりしたことあって、
なんかお湯の蓋がこう棚に置いてあるってなんかびっくりしててこれ湯船これ冷えないよ温めとくやつですよねこれ。これ使ってないのとかって言われて使ってないよって言って新品のままですねこれ。水しか出ないですね。ここで冷水を毎日、あ、そうですね。なんかお湯を使わないっていうのはなんかどういうあれなんですか、こだわりというか。いやー、それきっかけが、ビムホフっていうギネスワールドレコードを持ってる方がいて、氷の中でこうどれだけこう長く耐えられるかっていう、なんかその人を体温を自分でこう調節できるみたいな、免疫もコントロールできるみたいなっていう話を聞いて、ちょっとやってみようかと思って3、4年ガスと契約してないですね。ゆうこさん、そのクロスフィットを始めたきっかけって何だったんですか？始めたきっかけは YouTube を見て始めました。それはいつ頃ですか？2012年の9月頃に。それを見てやってみたいって思ったんですか？思いましたね。そうですね。それまではなんかスポーツとかやってたんですか？スポーツはいろいろやりましたけど、その YouTube 見た頃やってたのは、ジムに通って筋トレしていただけでしたね。その時は大学生ですか？その時大学院生でしたね。大学院生。はい。もともとあれですよね、お医者さんを目指していたっていう話も聞いたんですけど、それはどういった経緯だったんですか？父が小児科医で、母が看護師、家族が、医療関係者で、小さい頃は医師になるとは思ってなかったですけど、こうやりがいのあることをこう探している中で、それも一つの道なんじゃないかなとは思ってやってみようかなと思ったんですけど、ちょっと数学が苦手で諦めてしまったっていう。その大学院まで行っての、先ほどスポーツ専攻って言われてたんですけど、その大学行った時点ではもう医者っていうのはそこまで考えてなかったっていう感じですか？これ実は大学入った時も未練があって、受験で数学を克服できなかったっていう未練があって、大学中にもしいい成績を取れたら学士編入っていうのが医学部にあるんですけど、それに使えるんじゃないかと思って、で大学では4年間ずっと首席だったんですけど。めっちゃすごいじゃないですかそれ。実際学士編入の勉強も、大学在学中にやっていて、だけどやっぱりどうしても数学、特に学士編入の、数学とか物理とかになるともうより受験より難しくなるんで、どうしても克服できなくて、どうしようかってなった時に、その大学行った時に、勉強してた分子生物学とか、いろいろそういうのを活かせる大学院に、入学したっていう。ちょっと質問戻っちゃうんですけど、お医者さん目指していて、前ゆうこさん左腕にタトゥー入ってるじゃないですか。はい。あれが僕ずっとクロスフィットのなんかだと思ってたんですよね。あれがなんかお医者さんを目指していた時のイリュウのタトゥーだったんですって。どういう経緯でそのタトゥーを彫ることになったんですか？これ何を、血迷ったか自分でも分からないんですけど、ドラマでイリュウっていうのが流行って、坂口健二さんが主演ので、なんかイリュウになるとかなんか多分思っちゃったんですよねでなぜかなんかドラゴンのタトゥーに行き着きましたね。イリュウってことですよね。でもなんかドラマのなんかこう演出でちょっとなんかこうなんかタトゥーのイメージとなんかこう被るような絵はあった気がするんで、そうですね。それいくつの時ですか？これ20歳ですね。20歳で。20ですね。なんかご両親医療関係者じゃないですか、はい、そのお医者さんと、はい、なんか言われたりしなかったですか？これでも言ってないですね言ってない言ってない言ってない。なるほど。なんで入れたとか言ってないですね。そうなんですね。けどご両親もなんか後々あれみたいな感じで気づくっていう。
感じだっっていうか今も多分混乱してると思いますたそうなんで、一番最初はなんかどっかジムに通ったんですか？クロスフィットやろうと思った時に周りにジムはなかったので、そっか。一番近いクロスフィットのボックスが赤坂にある力クロスフィットでした。新幹線で、週に1回通うとかっていうのも考えたんですけど、現実的ではないとは思って、ちょうど私が通ってたゴールドジムに運よく、今クロスフィット代官山を立ち上げたのにちょっと関わることになる人がゴールドジムに、その方を通じてボディプラスインターナショナルっていう、クロスフィット代官山ハレオの会社に紹介していただいて、代官山のコーチになったっていう感じですかね。そうですね。代官山行ってその後はどういうふうな経歴というか。でアメリカに行きました。アメリカのどちらに行ったんですか？アメリカのバージニア州。そこでトレーニングをしたかったからっていうことですか？もともとはそこじゃなくてもよかったんですけど、代官山で教えていたメンバーの方がバージニア州レストンっていうところに住んでいて、でクロスフィットレストンに通っていたんですね。レストンのコーチとか雰囲気いいよって言われて、アメリカ来るんだったらそこでトレーニングしたらどうかって言われて、メンバーの方と一緒にシェアハウスして毎朝車で送っていただいて、朝早かったんですけど朝5時45分のクラスに超早いですね。それで車で送っていただいて。どれくらいの期間その生活を続けたんですか？4ヶ月ですね。でその後は日本に帰ってくるんですか？はい、4ヶ月後クロスフィットオープンがちょうど2月になって始まるところだったので、そのタイミングで日本で競技しようと思って、帰りましたね。そこからは六本木でずっとしばらく。ずっとそうですね。2020年に日本1位になって、2020年日本で1位になったら、そのまま直接クロスフィットゲームズ出られる予定だったんですけど、出られなくなって、それは仕方ないことだとは思ってます。他にも出られない方、いるんで、でも個人的には、それで本当にそれで良かったと思って、なぜかっていうとリージョナルっていうクロスフィットゲームズの前哨戦ですよね。クロスフィットゲームズに行くためには今は4段階でオープン、クォーターファイナル、セミファイナルでゲームズっていう4段階になってるんですけど、それ以前は、オープン、リージョナル、ゲームズっていう3段階。2019年にそのリージョナルがなくなって、でナショナルチャンピオンがそのまま直接行けるっていう形式になったんですよね。イレギュラー的な感じで。ただ個人的にはやっぱりそれは寂しかったんで、やっぱり段階を踏んで勝ち上がって、そうですね、自分で勝ち得たいとは思ってました。なんかラッキーでいける感じにやっぱ見えるんですよね。なんか直接日本で1位になったらそのままゲームズいけるっていうのはなんか他の人はそうは思ってないとは思うんですけど、ちょっと納得できないところがあって、やっぱり精選されてで最後ゲームズに行けるっていう形でずっと出たいと思ってたので、オープンやってリージョナルやってそのゲームズ行く過程ってものすごい日本人にとっては高い壁というか、オーストラリアの人たちも倒さなきゃいけないしみたいな感じで、ものすごくその本戦に行くまでの壁がものすごく分厚いというか高いっていうイメージがあったんですけど、ゆうこさん的にはそういう段階を踏んで勝ち得たかったというか、そういう気持ちがあったっていうことですか？そうですね。最初はアジアリージョナルだったんですよね。韓国でアジア地域の人たちだけが集まってやってたんですけど、それが2015年だと思います。オーストラリアと合併されて、ニュージーランドとオーストラリアと合併されて、一気に大会のレベルが上がって、アジア地域から
もう最終ヒートに残ってる人っていうのがもう全くいなくて、それぐらいオーストラリアとニュージーランドとの差があって、これはここのリージョンからゲームズいけるのかなってこうまあ悩んでいたというか、そうですね、まあいけないのかなとは思ってたんですけど、でもやっぱ強い人たちとこう競技できるのは楽しかったですね。まあ、ティアとか、はいはい、カーラ・ウェブとか、もう隣で競技されてた時はもう、まあ私は弱いんですけど、まあ、楽しかったです。これから優子さんの展望というか、今ブラックシップスでトレーニングできる環境があるので、ゲームズ目指してできる限りのことをやっていきたいと思います。じゃあもう今年のゲームズ目指してやっていくっていう、はい、ゲームズ行くとこ見たいですね。私の場合は去年より今年の方が、パフォーマンスが上がってるので、自分でも自分に期待してますし、去年がセミファイナル4位だったんですけど、それより調子がいいので、十分にそのゲームズいける2位以内を狙えるんじゃないかと思ってます。今年のオープンも、まあ、ジムとしてもちょっと追いかけていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。はい。じゃあこんな感じで終わりたいと思います。なんか優子さんからなんか動画で言っておきたいこととかってありますか？どうでもいいですけど、はい、あそこにあるのは、はい、これですか？はい。赤ちゃんが食べるやつです。赤ちゃんが食べる赤ちゃんが食べるやつですよ。それつまり離乳食ってことですか？そうですね。赤ちゃんか子供か。これ離乳食なんですね。初めて。12ヶ月用と書いてます、ここに。12ヶ月用です。これ何のために？これは、はい、お腹が空いた時にワークアウト中に今食べてます。よくコンビニとかでなんか、はい、ウィダーインゼリーとかいろいろあると思うんですけど、はい、これを摂取する理由ってあるんですか？ウィダーとかだと、はい、味が添加物な感じはありますね。なるほど。これはすごいですよ。これは離乳食だけあって、あまり添加物入ってないです。ありがとうございました。ありがとうございました。Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own.